私はヤマハが発売したばかりの新型クルーザーボルト R スペックに試乗しています。発売したらすぐにでもレビューをやってほしいということで、大変多くの方からリクエストをいただいておりました。ということで、今日は早速ですね、このボルト R スペックの試乗の機会を得られましたので、いつも通り高速道路、そしてワインディングなどを走りながら、このボルト R スペックのレビューをお届けしたいと思います。エンジン形式は空冷4ストローク4バルブ SOHC、排気量は 941cc のシリンダー間の角度が60度の V ツインエンジンを搭載しています。ボアストロークは 85mm×83mm ということで、わずかにショートストロークなんですけれども、ほぼスクエアな設計となっています。トランスミッションは5速なんですけれども、ロードスポーツのエンジンのように適切なギアを選びながら走ったときは、一発一発の燃焼が明確に伝わってくるというよりは、ドロドロと四輪の大排気量のアメ車をクルージングしている時のような、そんなフィーリングに満ち溢れていますね。一方ですね、どちらかというとこういった乗り方がふさわしいのかなと思いますけれども、早めにシフトアップするような乗り方だと、この右手の開け閉めによってとても豊かなバイブレーションが伝わってくるんですね。右手の開け閉めにシンクロするこの豊かなバイブレーション、これがこのボルトのエンジンの真骨頂、最も乗り味として楽しい部分なのではないかと思います。見た目はこのダブルクレードルフレームのアンダーチューブがデザイン上とても長く見えるので、ちょっと華奢に見えるんですけれども、クルーザーモデルとしては珍しく、エンジンをフレームの強度メンバーとして利用している方式なので、車体周り、これはとてもしっかりしていますね。このボルト、このように高速道路を走っているとよくわかるんですけれども、排気音がとてもいいですね。特にこの右手をこうパカッと開けた時のこの排気音、エンジンの豊かな表情、豊かな乗り味とともに、排気音でもライダーを楽しませてくれる設計になっていると思います。今日持っている答えは R スペックということで、スタンダードと R スペックの違いをざっとご紹介していきますと、まずこの R スペックにはタンクなどに専用のグラフィックが採用されており、そしてシートはバックスキン調のシート、前後ホイールはアルミダイキャストの切削ホイールが採用されています。リアのサスペンションユニットにはリザーバータンク付きのサスペンションユニットが採用されています。高速道路をこのように乗っていてもわかるんですけれども、これほど短いサスペンションユニットとはちょっと信じられないぐらい乗り心地はいいですね。一方フロントのサスペンションですけれども、41mm 系のインナーチューブを持つ成立フロントフォークを採用しています。やや大きなギャップを拾った時には、さすがにリアサスペンションの方はストロークが短めというフィーリングがちょっと顔を出すんですけれども、フロントフォークの方は十分な吸収性、そして高いロードホールディングを実現していると思います。キャスター角が29度ということからも、高速道路上におけるハンドリングというのは大体想像がつくんじゃないかと思いますけれども、直進安定性はとても優秀ですね。前後ともに 298mm のウェーブ形状のディスクを持つシングルディスクブレーキとなっているんですけれども、ヤマハとしては前後ブレーキにもかなり注力して開発したということになっています。その他細かい部分をご紹介していきますと、コンパクトな燃料タンクを実現するために小型の燃料ポンプを開発するという手間とコストのかかる方法をとっていて、これだけコンパクトでスリムなタンクであれば12リットルの容量を確保できたというのは、ヤマハとしては相当頑張った結果なのではないかと思います。このタンク上のライン、そしてボルトというこのロゴですけれども、実はこれはデカールなんですね。ステッカーなんですね。もう少し価格が高くなっても塗装であってほしかったなと個人的には思います。一方でカスタムしやすいというメリットもあるので、この部分の評価は人によって分かれるのではないかと思います。外観上のデザインはちょっとメカニカルな印象がある、そういったデザインになっていて、オリジナリティという面ではとてもいいなと思います。このボルト R スペックに採用されているシートは表皮がバックスキン調となっているので、スルスルとずれてしまうようなこともなく、座り心地もとても良くてよくできていると思います。いずれにしてもですね、高速道路上のクルージングがとても快適だったということをお伝えしておきたいと思います。いよいよヤマハのボルト R スペックでワインディングを走り始めました。こういった場所に持ち込んでみると、
このボルトのエンジンの表情の豊かさ、それが際立ってくるような感じがしますね。高速道路でも少しコメントしましたけれども、こういったワインディングを走っている時に適切なギアを選んで走れば、重たいクランクがぐるぐる回転しているような、そういったフィーリングが強いんですけれども、一方ですね、このようなワインディングでは、そういった走りが余計楽しくなるんですけれども、ポンポンとシフトアップしてしまって、高めのギアを常に選んで走ると、シートの下から蹴り上げられているような明確なパルス感というか鼓動感が感じられて、とても楽しいですね。このボルトはそういった走りにも対応するようにできているようで、速度の低い領域から高めのギアにどんどん入れてしまっても、エンジンの方は全くぐずることがないんですね。今のですね、私の走り方、速度だと、エンジンの回転っていうのはとんでもなく低いんだと思いますけれども、こういった走りをしてもこのボルトのエンジン、とても扱いやすく、そして表情豊かですね。こういったコーナーの立ち上がりでも、思わずですね、低めのギアに入れたくなっちゃうんですけれども、そこをぐっとこらえて、このボルトのエンジンの低速トルク、これを信じて右手を開けていけば、うっとりするような鼓動を味わいながら加速していくという感じで、私もこれまで国産のクルーザー何台か試乗してきましたけれども、エンジンの味付けに関しては異例と言ってもいいほど濃いとお伝えしておきたいと思います。ちなみに最高出力は52馬力なんですけれども、最大トルクが80ニュートンメーターもあるんですね。こういったスペックからもこのボルトのエンジンがどういった走りを目指しているのか、それがよくわかる部分だと思います。私は個人的にはロングストロークエンジンが好みなんですけれども、このボルト、ボアストロークの設計もスクエアに近い設計となっているので、ロングストロークエンジンの低速域、そして味わいなどと比べても全く遜色ないと言えると思います。ワインディングにおけるハンドリングなんですけれども、こちらの方もさすがにヤマハらしいという感じですね。具体的にはどういうことなのかというと、今日もですね、高速道路に乗るまでに随分と渋滞に揉まれてしまったわけですけれども、ごく低速域でもハンドルが切れ込んだりとか、こういったワインディングにおいて立ちが強いとか、そういったクルーザーモデルにありがちな癖というのがこのボルトにはないんですね。あまりに手話なハンドリングなので、ついつい走りに没頭してしまうというようなことがあって、そういう意味ではですね、クルーザーにおいても走りを求めるというユーザーにとっても、おすすめの1台だと思います。このボルトの前後の足回り、そしてブレーキ、これもなかなかいいですね。ワインディングをちょっとペースを上げて走るというような場合でも十分な性能を持っていると思います。キビキビとしたオートバイらしい走りを追求するためにブレーキ性能も追求したということなんですけれども、リアはですね、機器コントロール性ともに十分で、踏み始めてからロックに至るまでのコントロール幅がとても広いんですね。このリアブレーキだけで車体はどうにでもコントロールできるという感じですね。フロントブレーキの方もとても扱いやすいですね。キビキビした走りを実現するために、このフロントブレーキも相当煮詰めたということらしいんですけれども、確かにですね、タッチがとてもいいですね。クルーザーモデルの中にはフロントブレーキがプアで、ブレーキレバーを握る気になれないというモデルも多いんですけれども、このボルトはそういったクルーザーモデルの中にあって、数少ない例外、実によくできたフロントブレーキを持っていると思います。このボルトですけれども、今日乗っているABS なしの R スペックで税引きで87万5000円ということになっています。外観のクオリティ、美しいデザイン、そして表情豊かなエンジン、破綻のない走行性能などを考えると、87万5000円という価格設定というのはかなりお買い得なバイクなのではないかと思います。とてもシートが低くて乗りやすくコントロールしやすいので、女性ライダーも含めてですけれども、かなり多くの幅広いユーザーに受け入れられるモデルになっているんじゃないかと思います。